今回はなんと時差ボケについてお話したいと思います。はい、時差ボケ、英語で言えますか？ジェットラグです。おお、すごいですね。ジェットラグです。ソーシャルジェットラグなんていう言葉もあって、本当にこう飛行機で移動してジェットラグになるものもあれば、社会的ジェットラグって言って、夜間にお仕事をされている日中と、夜の勤務がこうバラバラになってしまうみたいな、そういう社会的ジェットラグなんていう言葉もありますが、今回はもう素直にこの、移動することによって起こるジェットラグについてちょっとお話をしていきたいと思います。はい、この間ね、私も今年6月にシアトルっていう北アメリカの、場所に学会発表に行ったんですけれども、その時も東京羽田からシアトルに行き、シアトルからこう戻ってくる飛行機に乗っている時は、12、3時間ぐらい乗ってたんですけど、時差がね16時間ぐらいあるんですよね。日本よりもアメリカの方が遅い、1日遅れてたりするわけなので、そこでも時差ボケひどくなっちゃったっていう体験をやったばかりですので、私自身も非常にこれ勉強になります。じゃあまずちょっとねデータ見てみましょうか。コロナがねだいぶ明けましたから、やっぱ海外行く人増えてるんですよね。2024年の日本の海外渡航者が1300万人ということで、ちょっとなんかピンとこないけど、前年よりどのぐらい増えたと思います？35%。おー、そうなんですよ。入れてください。すごくないですか、この復活具合ね。え、35% も増えてると。で、一方これちょっと2023年のデータなんですけれども、世界の国際観光者、日本からヨーロッパへ、ヨーロッパからアメリカへ、アジアへ、いろんなとこを旅行しますね。こういう国際観光客の数っていうのが 14.5 億ですよ、1年間に。すごくないですか？たったね1億何千の日本にしてみれば、総人口がすごい数ですよね。これも、2023年2022年前年に比べると何%アップですか11%。おお、そうなんですね。予習バッチリですね。ということで、このぐらい年々、コロナの前に戻りつつあるこの海外を行ったり来たりするっていう状況の中で、やっぱり対策したいのはジェットラグ、時差ボケということになります。じゃあまずこの時差ボケって何で起こっちゃうのっていうことなんですけれども、2つ大きなメカニズムがあります。1つは体内時計と、外の外部の時間のズレですね。体内時計なんて言いますか？サーカディアンリズム。そうです。はい、サーカディアンリズム、体内時計。わかるじゃないですか。自分のね中に体内時計があって、だいたいいつもこの時間になると眠くなり、この時間になると、朝目が覚める。ちゃんと規則正しく生活している方はこの体内時計がきちっと回っている状況ですね。でもたまにはいろいろあって乱れたりもしますが、この体内時計というものと外部の時間、つまり今の私のこのシアトルの状況だと、日本を出発して、それからアメリカに着いた時点で、日本では同じ6月の7日に羽田を立ちました。12、3時間飛行機に乗って到着したんだけど、まだ6月の7日のままなんですよね。土曜日に出て土曜日に着いてるわけです、向こうに。それだけ時差マイナス16時間。そうすると外の時間は完全に現地の時間だけど、自分の体内の時計はそこについてってないわけですよ。それをうまく合わせないと、変な時間に眠くなったり、変な時間に眠れなかったりっていうことが起こってしまうわけです。これが時差ボケです。もう一つ、ホルモン分泌の乱れということで、メラトニン何ホルモンでしたか？眠りホルモンですね。入れてください。一方でその逆、コーチゾールっていうのは何ホルモンですか？覚醒ホルモンですね。おー、いいですね。
醒ホルモンですね。夜は眠る方と起きる方、これ朝日を浴びてちゃんと目が覚める、夜になるとまた眠たくなる、この体の中のホルモンというものがバランスを整えているわけですが、これがやはり遠くに移動することによって乱れてしまうわけですね。だって適切な時間に光を浴びることもできないし、飛行機の中で暗い中で過ごしてたりとかっていうことになるので、そのホルモンの乱れと体内時計の乱れが合わさって時差ボケが完了してしまうということになります。出てくる症状を見てみましょう。はい、どうぞ。眠気、だるさ、頭痛、集中力の低下、消化不良。これ何ですか、この症状。自律神経の乱れですよね。もう本当にさまざまな症状が出るわけです。眠いし、変な時間に目が覚めるし、体もなんだかだるくて動けない、せっかく海外に行ったのにすぐには活動できない、あとはもう頭痛とかめまいっていう身体症状、そして何かやろうと思ってもちょっとやっぱりやる気になれなかったり、集中力が低下したり、最後このお腹の症状まで出ちゃうんですよ。下痢したり便秘したりみたいなことですね。さまざまな症状が出る。移動が遠かったり時間が長かったりすると、よりそういう症状が出るかなと。短時間の飛行機の移動だったりするとそこまでではないわけですよね。ということで原因を見てまいりました。はい、これ私の地図なんですけど、こんな感じで東に移動してアメリカに到着し、西に戻る形で東京に帰ってきたという飛行機でしたね。はい、では次、対策いきますよ。時差ボケの対策編ということで3選厳選しました。はい、1番読んでください。はい、1番、出発の3日前から就寝起床時間を現地時間に少し近づける。そうなんです。もう3日ぐらい前になったら、例えばアメリカのこの16時間の時差があるところを意識してですね、少しずつ現地だとこんな感じかなっていうことで一気に体内時計を調節することはできないので、少しずつ30分1時間ぐらいずつちょっと時間をずらしていって現地に合うように調節していくっていうことも大事だと思います。はい、2番。はい、機内では現地時間に合わせて眠る、起きる意識をする、食事、お仕事、モードを作るっていうことで、何かっていうとですね、普通に例えば日本出発するときにお昼ご飯食べてなかったからなんかちょっと食べよう、サンドイッチ食べよう、おにぎり食べよう、食べちゃってお腹のすくままにそういうことやってると、結局現地に着いても体は日本と同じ状況になっちゃうわけですよね。だから現地に着いたら何時に着くから何時ぐらいにご飯を食べる、じゃあそこから逆算して、4時間前6時間前には、何か食べておこうとか、そういうふうに現地に着いた時のイメージを持って食事をしたり、ちょっと仮眠をとったりっていうことをしてほしい。なのでなるべく寝ないように映画を見たりとか、ちょっとパソコン広げて仕事をしてみたりとか、そんなことをしながら現地時間をイメージするっていうのがもう飛行機に乗った途端に必要になります。はい、3番。到着後太陽光をしっかりと浴びる。はい、これは午前中に着いた場合なんですけどね、私は、6月の7日の、夕方に出ました。で向こうに着いたら朝の9時ぐらいだったんですけど、そこでもバーッと光を浴びて、太陽を浴びてしっかりと、脳を覚醒起こして現地の体にしていこうということでやってみました。はい、そんなことで日光、太陽の光っていうのは非常にこの体内時計をリセットしてくれる大事な要素になってきますので、これをうまく利用することが時差ボケを解消することになります。でもね、たった5日ぐらいしかいなかったので、もうあっという間に現地生活をして帰ってくる準備をしなきゃみたいな感じになっちゃいますから、帰るのも3日前からちょっといつ休むんだみたいな感じですけど、そんな感じで過ごしました。でね、結構いいアイテムあります。何ですか？
ぱりアイマスクですね。ですね。機内に欠かせないのがこの2つ。どうしちゃったんですか、この可愛らしいマネキンさん。最近うん取り扱っている 3D アイマスク。 3D アイマスク、いすごいじゃないですすごい遮か。光性があって、すごい寝やすいです。うわー、ソフトですよね。なんか目にも優しいし、決してきつくないし、調節もできるんですね。そうですね。うんはい、ちょっとかけてみてくださいよ。あらー、いい感じですね。どう、光遮りますか？はい、もう何も光入ってこない。全然見えない。バッチリです。やっぱりね、こうどうしても飛行機の中夜モードにして暗くはしてくれるものの、しっかり光を遮るにはいいと思います。私なんか耳栓も持ってきました。はい。でもここで整形外科的にはつけてうたた寝しちゃうと怖いですよね。どうするんですか？そういう時は首枕もします。うわー、すごい最強アイテムですね。どこぞの人って感じですけどねちょっと皆さんの注目を集めてしまうかもしれないけど、でも完璧ですよね。もう私もね、飛行機欠かせないんですよ、首枕。海外に行くとですね、へんてこりんなネックピローっていうのが売ってて、後ろから前にこんな風にするんだけど、前がねマジックだったり、こうカチャってはめるような、器具だったりして、もうここが全然首とか支えてくれないようなものなので、もう全く NG です。だから必ず首枕持っていきます。大丈夫ですか？寝てませんか？ちょっと寝てました寝てしまいましたね。というぐらいもう一瞬で寝れますので、ぜひぜひ皆さん、山田しおり枕研究所のアイマスク、 3D アイマスクですね、はい、使っていただければと思います。はい、ということで最後にまとめですけれども、このように、海外に出かけるとき、飛行機時間が長いと、時差ボケは多かれ少なかれ皆さん起こるので、ぜひ時差があるときには体内時計を前に進めたり後ろに戻したりということで自己調節、そのための具体的な方法も今日お示ししましたので、これから海外に行く人ぜひ参考にしてみてください。それによってやっぱり現地での時間を十分に謳歌して楽しく使うことができると思いますので、はい、お役に立てばと思います。ありがとうございます。この動画をご覧くださった皆さん、高評価、チャンネル登録お待ちしています。よろしくお願いいたします。